私の専門は日仏文化交流です。慶應義塾大学文学部フランス文学専攻の西野綾子です。私は20世紀フランスを代表する劇詩人ポール・クローデルがどのように日本文化、特に古典芸能である能を理解し、自分の創作に生かしたのかということを研究し、国内外でその成果を発表してきました。クローデルという人は象徴派のカトリック詩人であるだけでなく、外交官でもあり、大正期の日本に大使として滞在していました。そこで日本の能、歌舞伎、文楽を鑑賞し、深い感銘を受けるのです。今回は能がクローデルに与えた影響について少しご紹介しましょう。さて、私たちは能とは何かと聞かれて答えられるでしょうか。日本人だからといって能を正しく理解できるのでしょうか。私は幼い頃から能を見ていましたが、理解することは難しかったです。ところが彼が書いた能についてのエッセイを読み、能とは何かを教えてもらいました。彼はこう言ったのです。劇、それは何事かの到来。能、それは何者かの到来。欧米の演劇は出来事が中心となりますが、日本の能は人間の心の劇に焦点が当てられるという意味で、能の本質を鋭く見抜いています。これは無限能というあの世から主人公の霊が現れて、僧などの前で過去のドラマを語り再現するという能独特の形式に基づいた解釈です。クローデルにおける異文化との出会いは、新しい創作につながるところがポイントです。彼は日本の総合芸術である能を独自の方法で編纂し、劇的オラトリオという宗教的な楽劇に生かしました。もちろん能だけの影響ではありませんが、能は文学面でも演出面でも貴重な刺激を与えたのです。家計代上のジャンヌ・ダルクがその一例ですが、驚くことにこの作品は21世紀に日本人によって新作能ジャンヌ・ダルクとして創作され、日仏両国で上演されました。能がクローデルに与えた影響は、地球を一周し、上演により日仏を往復したのです。最初にご紹介したクローデルによる能の定義は東西問わず有名で、フランスで初めて能の公演が行われた際も引用されました。名言を残したクローデルはまさに日仏文化交流の架け橋となるキーパーソンです。彼の研究をすることで日仏交流に貢献し、さらに交流が盛んになることを願い、日々努力しております。クローデルと能というテーマを中心に研究領域が広がっていく楽しさを実感しています。フランスのテレビ番組で能やクローデルの能解釈について解説したこと、また国際シンポジウムを開催し、能楽師や演出家を招いたことも有意義でした。ジャポニスム2018での能のパリ公演では、字幕やプログラムの通訳をフランス人の同僚とともに取り組みました。人生は一度きりですが、クローデルのおかげでどんどん世界が広がっていくことが面白いです。今後もクローデルに恩返しをしつつ、日仏文化交流の架け橋になる研究に励んでいきたいです。